今日はコーチング動画です。今日の生徒はウミネコカーニャさん。カニなのかネコなのかウミネコなのかわからない VTuber の方です。カーニャさんのランクはゴールドで、目標ランクは今月中にマスターだそうです。ラスベガス行ってみたいらしいので、行けるように問題点を洗い出していきましょう。使用レジェンドはポロ。ポータルはヨリックの墓場、ラプチャー、チェイスの攻防ですね。この3択だと無難なのはヨリックの墓場。チェイスの攻防だとオレソルが上振れるので注意が必要です。ヨリックの墓場を選択。これは偉いですね。ポータルも墓場に決定。悪くない滑り出しです。ここはマオカイを取っておくならビエボを取っておきたかったですね。マオカイとビエボは星2であれば序盤にタンクをさせられるユニットです。ただこの場合だとジンとイレリアを買うべきでしたね。序盤のアイオニアとチャレンジャーは重く見るべきです。ここのがゴストを作っちゃうのは良くないですね。最初は大体の場合でアイテムが3つ出るので、それ見てから作った方がいいです。もし棒が出たら危険巨人みたいな選択肢も残るので、アイテム作るのはオーグメントを確認してからにしましょう。ここは右はとりあえずリロールで良さそう。このプレイはパッチ 13.14B のものなので、その頃だとアクシャンが最強のキャラだったはず。なので一つ上の切れ味でアクシャンをやるのがベターだったと思います。ハリケーンも作れたしね。軍師を選択。棒があるのでできなくもないですね。ここはどうせ利子が取れないので、ショップに並んでる駒を全部買っちゃうのがいいですね。もしかしたら次のラウンドで重なる可能性があるし、重なればとても強いボードが作れたりします。ただレベルを無理に上げなかったのは偉いですね。上げたところで大して強いボードが作れないですから。強いボードの基準は星2ユニットが1体以上いて特性が発動するとかですかね。あんまりそういう状況にならないので、基本上げないことの方が多いですね。スウェイン重なって利子も取れる。ショップも買ったとしてもソーサラーが伸びるものもないし、助かるものもないので、ここはこのままでいいと思います。買ったらマオカイ買うくらいですかね。マオカイはワンチャンタリックと一緒に入れることでバスティオンが発動します。さっきマオカイ買ってたらここでマオカイとマルザリーチでしたね。ここの丸ザ2枚は買っておきたかったですね。ワンチャン時でレクサイとかチョガスとかカサリンとかが来ればボイドが発動させられましたし、タリックやオリアナが来ればソーサラー4っていうのも発動できたかもしれません。軍師なんでとりあえずロットが欲しいところですが、ロットは取られちゃったのでシブを作るか、もう1個棒を取っておくのが良さそうですね。シブを作ったのはいい判断です。シブは序盤強いアイテムですから、作れるタイミングがあったら作っちゃうのは悪くないです。ただそれならここでレベルを上げるべきでしたね。アイテムを作るということは勝ちに行くということ。勝ちに行くのであればレベルを上げて、さらに強いボードを作るべきだったと思います。一貫性を持った行動が必要ですね。ここでタリアが重なったので、レベルを上げてレネクトンとカシオペアを入れてシュリーマを発動させるのがいいと思います。シュリーマはアイテムを誰も持ってない場合、最後に入れたユニットが超越します。なので全員投入してからタリアを入れ直すことで超越対象をタリアにできるので覚えておくといいでしょう。忘れてましたが、基本的に2の5でレベル5、これは1コスリロールとか2コスリロールじゃない限りはほぼどんな構成でもやることなので覚えておいた方がいいと思います。
ここカルマ打って40ゴールド確保したかったですね。ついにタリックがお目見え、丸座とかが引けてればソーサラー4を出しつつボイドも出せたんですが、このベンチ状況だとあんまり良くはないですね。ボードを強くする意識も大事ですが、ベンチを強くする意識も持てるようになると上級者に一歩近づけると思います。あと今回スウェインがガボストを持っているので、タリックを一歩後ろに下げることで相手が右配置でも左配置でもスウェインをフォーカスさせられたんじゃないかと思います。この3択ならまずは右折りロール。これはどれもいいオーグメントですね。ただバルクよりは吸血の方がいいかな。硬い団結を取ったのであれば、ここは前3体後ろ3体出すためにレベルを6に上げた方が良かったですね。そしてマオカイとオリアナを入れられればバスティオンとソーサラー4が発動させられたので強いボードになったんじゃないかと思います。お金は使うために貯めてるので、効率よくボードが強くできるタイミングがあるならガンガン使っていきましょう。レベルを上げてたら勝てましたね。ちょっともったいないです。ここの一生を放棄したことで稼げるゴールドがおそらく4ゴールドくらいなので、この4ゴールド、つまり2リロールとヘルス10、どちらが大事かを天秤にかけるといいかもしれません。涙が余ってるので欲しいアイテムはロットかな。もしくは棒を取っておいてウィンソーの素材として持っておくのがいいかもしれないです。ソードはあんまり必要なかったかもしれないですね。なら涙を持ってるアーゴットを取ってブルーバフを作っちゃうのが良かったかもしれません。あとこれ配置がタリックが端になっちゃってるので、タリックを守るように配置した方がいいですね。タリックはタンクを守るタンクなので、あんまり最初に殴られないようにした方が強いです。ここは軍師をやるならガレンを買っておきたいですね。ティーモが重なるよりはガレンが重なった方が強いので、なんならレベル7でのボードにティーモが入らないパターンがあるんですよね。こんな感じのボードです。なのでガレンを購入しておいて負けたらティーモを売るっていうのがいいと思います。ここではベルコズをとりあえず星2にしておくべきですね。一旦ソーサラー4でおののいつつ徐々に軍師に移行していくのがいいです。あれ、ラックス買わなかったですね。最終型がよく分かってない感じかな。軍師の最終型はこんな感じ。ラックスが必要なので買っておいた方が良かったですね。さてオーグメント、ここは右で良さそうですね。ステータスマシマシも悪くないです。ちなみにこの戦術的優位というオーグメント、勘違いされがちですが、
ユニットが持っている発動特性1個につき5上がるというものです。つまりアジールなら10、ティーモならよ踊るまで発動させられれば15上がるというものらしいです。自分も最初左に出てる発動特性の数分上がると思ってました。なんか違うらしいです。まあそれだと強すぎちゃいますもんね。ヨリックの墓場でアイテムが出てきましたね。確かにこの構成はアイテムがたくさん必要な構成だから、ヨリックの墓場で選択するのは正しかったかもしれません。最初に言ったアクションがどうのこうのは忘れてください。私が悪かったんです。許してください。これアジールが超越されちゃってるんですが、多分ナサスが超越されてれば勝てたんじゃないかと思います。軍師アジールの超越はナサスにするのがいいですね。ナサスが超越してヘルスが上がれば、その間にラックスとアジールがダメージを稼いでくれるので、基本的にはナサスがいいと思います。アジールを超越させるのはシュリーマゴでついでに超越という感じですね。これ今ナサスが重なる可能性があって、さらにガレンも重なる可能性があるので、リロールの価値が高い状態です。フロントがペラすぎて後衛がダメージを出す時間が稼げないのもありますし、リロールしてガレンが重なったらティーモを抜いてガレンを入れ、デマーシアを発動させつつフロントを増やし、ナサスが重なればそれはそれでよし。そういう状況ですね。ちなみに重なってるスウェインを売ってアイテムを付け替えるのはまだちょっと早かったですね。それをするのであれば、ナサスが重なってからでよかったと思います。ノクサス6とかアイオニア6みたいな大きな特性の場合は特性の方が大事な場合もありますが、基本はキャラの重なりを優先した方がボードが強くなるので覚えておくといいと思います。ここでグインスをもらえるのは熱いですね。ここレベルを上げてリロールするより、レベルを上げずにリロールをして、とりあえずアジールかガレンを重ねた方が良かったですね。レベル8までの必要ゴールド46ゴールド、所持金は50ゴールド。これだとレベルを上げた後リロールできないので、先にリロールでしたね。これ今 J4 にデマーシアのアイテムがついちゃってますが、ラックスにつけた方がいいですね。最強のユニットはアイテムの数で決まって、同じ条件のものがいる場合は最後に入ったユニットとなります。なのでラックスを1回ベンチに下げて入れ直すことで、ラックスにアイテムが生成できるようになるので覚えておきましょう。ここはジークより帳を取っておいた方が良かったですね。ステージ5以降は帳の価値がめちゃくちゃ高まりますからね。あとジークをつけるとこんな感じで配置がまとまっちゃうんですよね。
チーク1個で 15% の攻撃速度を上げるよりは敵の CC を避けた方がいいのであんまり強くないかもしれないです。持たせるにしても、例えばこの構成だとガレンに持たせてバフだけかけてもらって前に走らせるっていうのも手ですね。ただその場合ちょっと配置が崩れてタンクがフォーカス受けちゃうのでそれもそれであんまり良くないかもしれないですが、フロントが余ってる構成ならそういうことも可能ですが、この構成だとちょっと使いづらい戦術かも。モレロは J4 が良さそうですね。ティーモがいるのであんまり必要だったとは思えないですが、それでも J4 なら広範囲に巻くことができるので強いかもしれません。これならラバドンを取ってラックスの3アイテム作っちゃっても良さそうかな。一応構成は完成しましたね。あとは J4 が重なるだけだけど、それにお金を使うのはちょっとしんどいかな。このドラクロは J4 を1回ベンチに下げることでつけられますね。序盤のヘルス有利があったので2位ですね。あとはもうほんとやることないので流れに身を任せましょう。GG ということでお疲れ様でした。今回言ったことをまとめると、ポータルはフォローを使うなら他のレジェンドが強くならないものを選ぶ。最初の散歩のアイテムでいける構成を絞り、オーグメントで構成を確定させる。序盤はリーチするユニットを購入するのが優先。ボードを強くする意識も大事だけど、次のレベルで何を入れるか考えるのも大事。大体の場合でステージ2の5ではレベル5、ステージ3の2ではレベル6に上げる。レベル7以降はレベル8に行くよりユニットの重なりを優先した方が強い場合が多い。あとは配置、基本的には右に寄せてフォーカスを合わせる。そして相手のフォーカスを散らす意識が必要ですってところですね。あとはシンプルに強い構成を使うというのも大事です。強い構成はメタ TFT とかで調べるか、上手い人の配信を見たり聞いたりすることで調べられると思いますので、調べてみるといいかもしれません。
このチャンネルでも強い構成を紹介していくので、このチャンネルを見てくれるのでもいいと思います。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。